この街は雲と雲の隙間から神々の視線を感じるような街です。JR 出雲市駅から歩いて10分ぐらいのところにあるサンロード中町っていう商店街を今歩いています。新しくできたお店が立ち並ぶ中で、明治2年1869年の創業です。旭酒造さん。全国でもとっても珍しいご夫婦で当時夫婦当時の酒蔵です。私もずいぶん久しぶりに来るんで、いろんな新しい発見が今日できるかなと思って楽しみです。こんにちは。はーい。こんにちは。エリさん。ご無沙汰してます。お久しぶりです。めっちゃ久しぶりに来たんで、今日ちょっと楽しみに。はい。変わった。だいぶ変わりましたよね。そうそう。ちょうど去年の春に昔の姿に戻す改装をしたところなんです。なるべく取っ払う、天井張ってたの取って、壁取って昭和感をちょっと外して、元の大正の姿をなるべく皆さんに楽しんでもらうと。建物は大正時代の。大正9年ですね。はい。わあ、すごい。そうなんです。かっこよくなってる。なんかね、商店街の中にあって酒蔵だって分かりにくかったので、ちょっとこう落ち着いた雰囲気を取り戻したいなと思って。ね、格子もすごい素敵で。そうなんですよ。もともとハマってたのがなくなってしまってたので、これは元に戻した形で。いや、なんかこうグッとシックな感じになってとってもかっこいいです。じゃあ今日これからちょっと中にこう足を踏み入れて行って、ですごい素敵な場所でね、もう旭酒造さんならではのこれっていう素敵な場所の真ん前で、乙女トークをお願いしたいと思います。では、中案内してもらおうかな。はい、じゃあ行きます。お邪魔します。はい、いらっしゃいませ。えりこちゃんマジ久しぶりだよね。いや本当にマジ久しぶり。文字とか声は何回かやり取りしてると思うんですけど、イベントとかでも出会うことなくなったんで、本当に。私ここに来たのも多分もう6年以上前になるはず。何経ちますかね。ね、ちょっとさっき気づいたんですが、今年ってね、2021年ってこうおめでとう、今までお疲れ様、そしてこれからも頑張ってねの年だよね。ピンとこないですか、自分のことは。何？確かえりこちゃんが蔵入りしたのが平成13年なので20周年のはず。酒造り20周年のはず。まああれか、出雲に戻って蔵に関わり始めて20周年だ。のはず。です。そのぐらい経ってる。ちょっとこうアニバーサルイヤーみたいな。さっき気づいて、あれ？って思って。よく覚えてましたね。そっか。あれに平成13年だから2作目の「小さな酒蔵33の物語」の時に蔵に入ったのはいつみたいな、そういう話の流れでこうパッと見たら20年やと思って。そう、まだあの頃は20代だったなっていうみんなね、もうね、みんな若かったからね。そう気持ちはまだ若いんですけどね。体が追いついてこなくなりました、だんだんと。でもまだまだいや今ってもうなんかその昔と違って今はその60とか65とかっていうこう一つのこのターニングポイントっていうのがこう先送りになってもう当たり前でしょ。実年齢でもね、なんかちょっと判断できないいろんなこともあるし、だからあと20年できますよ。あと20年か。60半ば。いや全然余裕でできると思うよ。いやどうですかね。
でも20年前に出雲帰ってきて、結婚したのがそのあとですね、帰ってきて3年後ぐらいが結婚。あ、そっか、結構ですね。3年間はじゃあもうここで元いた職人さんたちと元いた杜氏さんと一緒にやるって感じ？いや、最初は全然酒造りにどっぷりは入れてなくて、帰ってこいって言われたものの、やれる場所がなかったんで、やれる場所というか入れる隙間がなくて、何のために帰ってこいって言ったのみたいな感じで、結構自暴自棄になってた時代がじゃない、半年ぐらいそんな感じだったので、その間に車の免許取りに行ったり、いろんな勉強もさせてもらって、でようやく帰った年の冬にアルバイトでラベル貼ったりとか瓶詰めしたりとか、そっちからようやく関われるようになって、そんな感じです。まあ要望というか。そうですね、もう悲鳴に近かったんで、京都で働いてたんですけど、もうその仕事、生活を捨てて帰ってくる、泣きながら帰ってくるみたいな感じだったので、その割になんかやること居場所がないじゃないかっていうので、だいぶ。そのあたりはでもご両親はどういう意図があったんだろう？祖父母が、祖父が先亡くなって、祖母ももう病気で、結局家族でいろいろ支えてた部分が形が変わってきて、社員さんもね、もちろん蔵人さんもいらっしゃるんですけど、ここを守っていく中心的人物にどんどん変化が起きてきて不安になったんだと思うんですよね。それで一番最初に生まれてるので、声がかけやすいし頼りやすいし、なんだかんだ言いながら成長していく時に周りを一番見てはいたので、頼めば帰ってくるだろうっていうのがあったんじゃないですかね。なんか本当に軽くつなぎで感情面でカバーしたらまた出ようぐらいな気持ちで帰ったんですけど、ね、そこから何が起きたか。結局面白くなったっていうところも。そう泣きながら帰って半年そうやって自暴自棄だったんですけど、やっぱお酒にやっと正面から向き合うことができてきて、なんか訳も分からず親に出張とか連れてかれて、自分のところのお酒があって、そこに周りを囲んでいる人たちの姿が見えてきた時に、なんかお酒ってこうやって楽しんでくださる人とか、楽しんでもらうように工夫してくれる人とか、あとそこが人をつないでいく、そういう存在なんだなっていうのにようやく気がついて、そこからゆっくりはまっていく感じで。根っこがどんどんね、長く深く太くキューって時間をかけて張り巡らされてってとか、もうそのご両親の作戦勝ちかもね。作戦かどうか、両親の範囲なのか、もっと見えない世界にいる人たちというか、過去のいろんな、ここに関わるいろんな、もうそれこそ魂の世界かもしれないんですけど、こうやって建物を元に戻そうって思って動くのも、なぜか台をいっぱい飛ばして私だっていうのも面白いところなのかなとは思ってますね。ね、建物本当にもう素敵に蘇って、で特にこれこれね、特にこれかっこいいね。本当たまたまこうやって桶の材を残してくれてたので、それに気づくことができてたので、その話を工務店さんとか大工さんとしながらこうやっていろいろ加工大変だったと思うんですよ。本当こうなってるものをまっすぐしてくださってるんで、でもなんかその時の味をちゃんと残してっていうのはすごく分かってくださったので、建具屋さんこれめちゃくちゃ大変ですよ。だってもう曲げないといけないしね。曲げてだってここクイッと走らせるわけでしょ。そうなんです。これ桶です。木桶です。木桶ですよ。木桶がセラーになっちゃったんですよ。木桶をでもセラーにするって今ね、こっちから見てさ、めっちゃかっこいいじゃん。こんな風にさガーって扉がねついて、すごい職人さん本当素晴らしいお仕事を
私この中だったらもう缶詰してもらったらもうどんだけでも文章締め切りに遅れず書きますよ、編集さん編集さんこの中だったら私は缶詰にされても怒りません。じゃあ鍵つけときますね、これね出られないようにね。元場に来ましたということで、ここに桶があってで貝があるっていうことはエア元すりお願いします一人ですか？はい、一人ですか？私がやるの？そうですよ。こうやってじゃあ師匠ご指南いただければ。ちょっとこれすごい短いやつなんですけど、はい、それは長いやつ。はい、麹と蒸したお米と水が前日に仕込まれたものをここに入ってるわけ2人ですすよね。りつぶします、はい、っていう状態ですね。はい、そうなんです。入ってると思ってすりましょう。はい、手前から奥へグー引いて入れ替えてはい、グーまた引いて入れ替えてグー。こういう感じ。これ歌とか今って歌いながらやるの？もうやらない？それはうちはね、歌は今募集中です。募集中すみません、元すり歌を募集されてるんですか？朝日城では公には募集してないんですけど来る人には言ってて、当時になったのが何年2人で当時副当時っていう形になったのが平成22年の年平成22年。はい。あ、そっか、でもそれも10年以上前になるね、もうね。そうですね。えりこちゃんはね、この蔵で生まれ育ってるじゃない。で、長女だからっていう理由だったのか、またちょっと別の、やっぱりえりこちゃんがいいんだっていう思いがあったのか別にして、ここに戻ってきて蔵に入ってで、光一さんってさ、ご主人の光一さんってこう全然関係ない世界に就職されてて、で出雲に来て広島の方だったよね。そうですね。ご実家ね、広島の方で、広島の福山ね、で出雲に来て一緒にお酒を作るようになって、でしかもこう夫婦当時全国でもねあんまりご夫妻で当時副当時も副当時って言ってもね、こうその立場をこうちょっと何こうしてって言うんだったら服がつくぐらいな感じで、ダブル当時なわけじゃない。2人でこうずっとこう仕事と暮らしが一緒に進んでいく状態でね、もう任務的にも同じでってなったらこうしんどい時とかない？私よりも多分彼の方がしんどいでしょうね。やっぱりその持ってる思いっていうのが基本的な部分っていうのがどうしても私はここの生まれだっていうところですごく強いと思うんですよ。その強い気持ちにこう寄り添っていかないといけないっていう意味では彼は大変だと思います。もうその強い気持ちに寄り添っていくっていう強い気持ちが終わりなわけですよね。そうですね、そういうことでしょうね。前にこう光一さんに聞いた時でも、なんかもうそのえりこは酒造りにかける情熱みたいなのもものすごいって言ってて、もう本当にすごいって。ある意味酒作ってる時は奇人ですって鬼神の方ね鬼神の方ね、もうある意味なんかもう奇人ですって言ってて、でもそういう情熱を持った人と一緒にいるから自分もここにずっといて酒を作ろうっていう風なこのテンションが上がるのかもみたいなことをおっしゃってて、私がいないところでそういうことをいつもね言うんですよね。陰で褒める。そう言ってくれたらいいのにね。そうね、なかなかね言えないんですよね。そうね、夫婦ってそういうところありますよね。あるある。言ってくれたら丸く収まるのに。この2人だからこそ生み出せるものとかってない？きっと
あるんだと思います。得意分野も違うんで、はい、うまく噛み合う時は噛み合ってると思うんですよ。いやそうだと思うそうだと思う。でもこれ噛み合ったらもう最強タッグね。あとは本当に周りの人たちと上手に刺激をもらったり、何かこう伝えたりしながら2人だけじゃないところでのこう力をうまく動かしていきたいなと思っていて、本当出雲も今面白い人たちがすごい増えてきてるので、この商店街一つとっても、周辺おいしい飲食店さんたちのその若い人たちのやる気とかもすごいですし、なんか新しいこう人が集まるスペースができて、そこに面白い人が集まって出たり入ったりするっていうのは、なんかそれで違う方向から自分たちがやってることの魅力をこうパッと見せてもらって、で一緒にこんなんやろうよっていうようなことがここ最近すごい増えてきてるのでワクワクします。そうやってできたお酒がもう嬉しいのよ私たちはっていう、これからもワクワクがいっぱい詰まったお酒をご夫婦で作ってくださるそうなのでね、楽しみです私たちも。麹室に来ました。えりこちゃんといえばもう麹もう麹蓋で作る麹と言っても過言ではないと言ったら過言である。でも大事にしてますね。こう小盛りにして小分けにして、一つずつをこうきちっと見ていくっていうのがなんか一番。こう大きい箱でやるよりもこの蓋でやった方がもう本当に表情が変わったことがよくわかるってね、前も言ってたね。ではすいません、今度はエア姉妹仕事なの。エア姉妹仕事ね、お願いします。そう、エア姉妹仕事はなんかこの辺に麹がポコッと丸くいるんですよ。それをこう崩すんですね。こうやってふわ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 崩されてます。で全体をこう混ぜる。こうやって均一にしながら酸素にも触れさせて、香りをこうねふわーって上がってくるんですよ。そういうのを確認しながら、手触りも確認しながら混ぜる。前後をこう入れ替えてとにかく均一にしてあげる。それからまた丸くここにまとめたいので、なんかこうやってね動かすんですよ。ポンポン寄せて手前からこう跳ね上げてふわっと真ん中に行く、横も跳ね上げる、右も跳ね上げる、奥もポンシュッ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 って麹がここで跳ね踊るわけですね。でまとまります。全体を押し込んで手前にヒューって筋をこううねうねにするんですよ。で出来上がり。20年経ってもうね20年出雲にずっといてここのくらいにいるわけですけど、次の20年、次の20年後どうなってたいですか？なんかやりたいこととか得意技とかをもっとしっかりと見つめて組み立て直すというか、もっとコンパクトにより馬力としてはグッと上げるような形で機能していくような体制作りたいなっていうのと、地域の中で循環装置になっていきたいっていうのはずっとあって、人をつないでいくそっちの方の循環にもうちは多分なんか力を発揮できると思うのと、あとはその物質的なものも土から生まれ育って、稲が育っていてお米を原料にお酒作って、そこからできていくものがまたいろんな人のところで生かされて、副産物も含めてお酒も含めてこう回っていく全ての巡りの中で、こうちゃんとギュッと力を発揮できるような存在になっていきたいなっていうのがあるので、これはぼわっとずっと思ってはいたんですけど、より具体的にそこに向けてのなんか体制作りをしていきたいなって
思ってます。ということで今日は、島根県出雲市今市町にあります十字朝日醸造元朝日酒造さんから、全国でも珍しい夫婦当時の蔵です。ご主人が当時さんで奥様のえりこちゃんが一応だけど福がつく福当時っていうことでお酒を作ってらっしゃいますね。夫婦当時の蔵のお酒、皆さんもぜひたくさん飲んでください。いろんなお酒があります。今日どうもありがとうございました。あ、蓋がいっぱい並んでます。蓋が並ぶ、蓋が並ぶ、蓋が並ぶ。蓋？あれ？チャンネル登録よろしくね。